どうも、あさきです。本日はですね、こちら、静岡県の川根町にある長島ダムにやってきました。今日はですね、許可取りしていただいたということで、空撮をしていきたいと思います。今朝8時なんですけど、寒いです。許可取りの書類と飛行計画もバッチリです。おー。ね、綺麗。天気もじゃもう自分が昨日ね取り尽くしましたもんね。はい。あ色が違うんだ。おー、綺麗。実はこちらですね。いや、めっちゃ綺麗です。こちらですね。いいですね。早速空撮スタートです。木の間を通り抜けて、で、橋が見えるというこの構図ですね。お天気も良くて最高です。こちら、橋の中央に見えるのは、なんと電車の駅になっています。奥大井湖上駅と呼ばれるこちらの駅は、静岡県の長島ダム湖に突き出た半島にある無人駅です。まるで湖に浮かんでいるかのような幻想的なビジュアルが魅力の秘境駅として知られています。駅の上にはログハウス風の休憩コテージがあって、ここから湖面の景色を見下ろすこともできます。奥大井湖上駅は2001年に中部の駅100選に選ばれ、2019年にはクールジャパンアワード2019を受賞しました。SNS でも話題のスポットになっております。この後、駅の方にも歩いて行ってみたのですが、観光スポットとしてもめちゃくちゃおすすめです。湖の鮮やかな青色がとても綺麗です。さて、今回の見どころは大井川鉄道井川線、通称南アルプスアプトラインを走る日本唯一のアプト式列車です。アプト式とは急勾配を登るための鉄道システムの一種で、急勾配を登る際に滑り落ちないようスイスの技術に基づいたラック式鉄道というのを採用しております。赤い車体がとても可愛いトロッコ列車です。長島ダムの建設に伴って、ダムの上端までの高さを短区間で登るために、日本で唯一のアプト式鉄道が採用されました。こちらの列車は乗ることもできるので、気になる方はぜひ調べてみてください。はい、駅の方に向かいます。おー、よいしょ。おー、すごい人。はい、どうもすいません。はい、おー、はーい。あ、線路がこんな近くに通っております。絶景。おー、おー。よいしょ。こっちからの景色はまた全然違います。怖い。
駅のカフェですね。行きましたと、ここが駅です。奥大井古城駅来ました。線路がもうすぐそばにあります。で、このね、横を歩けるようになってます。古城駅です。こんな感じで線路との距離感がもうこんな感じですね。すごい線路の横を歩けるという特殊な駅になってます。もうすぐ電車が通るので、横から電車撮りたいと思います。地面が揺れてました。今ね、電車止まってるので、ちょっと駅の方戻りたいと思います。前の人もめっちゃ走って戻ってます。おー、駅、あ、いいな。やった。13時5分のタッチだから13時前。お、よいしょ。これが一歩がめちゃでかい。よいしょ、飛ばします。イエイ。こちらは長島ダム駅へ向かう列車です。井川線は長島ダム駅を境に急勾配区間と通常区間が切り替わります。なので長島ダム駅では急勾配を登り切った後、最後尾に連結されていたアプト式電気機関車を切り離します。こちらが長島ダム駅です。逆側からも電車が走ってきました。こちら切り離されたアプト式の機関車です。アプト一白駅から連結して登ってきた列車は、ここでアプト式電気機関車を切り離して先ほどの奥大井古城駅へ向かいます。逆にこれからアプト一白駅へ向かう列車は、この駅でアプト式電気機関車の連結をして次の駅へ向かいます。お次は長島ダムです。奥に噴水が見えていますが、長島ダム湖では定期的に噴水が上がっています。噴水はダムの水質をきれいに保つために
プランクトンなどの異常増殖を抑制することを目的に設置されています。高さ45メートル以上も吹き上がる噴水は迫力満点です。でダムといえばこいつですね。本日は静岡ですね。たくさん空撮できました。で今回はなんか正統派な空撮って感じでした、私の中ではいということで、今回もねきちんと許可取りをしていただいて、飛ばす方が7人とかかないらっしゃったんで、お互い補助者とかしてもらいつつ飛ばすことができました。はいやっぱりね空撮楽しいですねあとですね、古城駅、大井古城駅に行ったんですけど、めちゃくちゃいい駅普通に観光ですごく楽しめる駅でした。電車と線路との距離がすごい近くを通ることができて、こんな近づいていいのかみたいな感じで楽しかったです。ということで、これからもね、日本のいろんな景色たくさん撮っていきたいと思います。それでは今日の動画はこの辺で、バイバイ。